さて、今日取り上げるのはこの言葉、漢本一滴です。聞いたことはありますよね。運命をかけた大勝負みたいな意味で使われますけど、実はその本当の深さ、そしてスケールの壮大さを知ると、この言葉に対する見方がガラッと変わるはずですよ。さあ、一緒にその奥深さを探っていきましょう。で、いきなりですけど皆さん、この言葉、ただの大きなギャンブルを意味する、ちょっとかっこいい言い方かななんて思ってません？実はですね、このたった4文字には、古代中国の宇宙観から歴史を根こそぎひっくり返した英雄の決断、さらには現代ビジネスの戦略まで、とてつもなく壮大な物語がぎゅっと凝縮されてるんです。じゃあ、この言葉の本当の意味に迫るには、まずそもそも何をかけているのかを知る必要がありますよね。その答えは言葉の最初の2文字、漢本に隠されています。かける対象は、そう、宇宙そのものなんです。まずは最初の文字、漢。これ古代中国の哲学書、異教に出てくるんですけど、純粋な陽のエネルギーを象徴してるんですね。天であり、空から降り注ぐ太陽の光みたいに、あらゆる物事を始動させる創造的でダイナミックな力。すべての始まりを司る根源的な原理というわけです。そして2つ目の文字、君ですね。これはさっきの漢と対になる存在で、純粋な陰のエネルギー、つまり知です。創造されたものを優しく受け入れて育てていく受容的な力。漢が生み出したものをしっかりと支える母なる大地、そんなイメージですね。そう、つまりですね、漢と根が合わさった漢根っていうのは、もう天と地、すなわち宇宙全体を指す言葉なんですよ。ですから、漢根一時っていうのは、単なる勝負じゃない、自分自身の全世界、自分の宇宙そのものをかける行為なんです。ちょっと考えてみてください。あなたの人生でこれほどのものをかけた経験ってありますか？そして、このとてつもなく壮大な宇宙、根本と対比されるのが最後の一文字、滴。これは投げるっていう意味です。広大で永遠とも思える宇宙に対して人間によるたった一瞬の、そして二度とやり直しが効かないアクション。このギャップ、このコントラストがこの言葉にものすごい緊張感を与えているわけです。じゃあ、こんなすごいスケールの言葉、一体どこで生まれたんでしょうか？舞台は古代中国。二人の英雄が天下を争った血で血を洗う戦いのまさにクライマックスです。紀元前3世紀の終わり、秦という巨大な王朝が滅んだ後、最強の武人項羽と人望に厚い将軍劉邦っていう二人の英雄が激しくぶつかり合います。でも、あまりに長い戦いに疲れ果てて、両者は項軍っていう運河を国境にして天下を2つに分けましょうという和平条約を結んだんですね。これでやっと戦争が終わる。誰もがそう思ったはずでした。ところがです。漢の王だった劉邦はこの条約をあっさり破って引き上げていく項羽の軍に襲いかかったんです。誰もが平和を信じたその瞬間に彼は全てをかけた。この決断の瞬間をずっと後の時代の詩人韓愈が詩に読んだんですね。一体誰が王に馬を返すよう勧めたのか。それはまさに天地のすべてをかけたたった一度きりのサイコロの一振りであった。と、劉邦はこの一投で平和という確実な地を捨てて天下統一という不確実な天をつかみに行ったわけです。さてここまで聞くと、いやいや結局それって運任せのギャンブルと同じじゃないのって思いますよね。ここからがめちゃくちゃ面白いところなんですよ。日本語には似たような言葉がいくつかありますけど、それらと比べることで、漢根日比が持つ際立った主体性っていうのがはっきりと見えてきます。まずはおなじみの一家八家。これ、もともとはサイコロ賭博の隠語、長か半かから来てるんですよね。長の字が1に、半の字が8に見えるからだそうです。ポイントは自分じゃどうしようもない状況でもう完全に運に身を委ねるっていう、どっちかっていうと受け身なニュアンスが強い言葉だってことです。次に、登るか反るか。これも面白い語源で、竹で矢を作る職人さんの世界から来てるんです。火で炙った竹が
狙い通りまっすぐになるか、それとも反り返ってダメになっちゃうか。これは、コンコン一滴が投げるというアクションそのものに焦点を当ててるのに対して、あくまでプロセスの結果がどう転ぶかという点に焦点があるんですね。さて、この表を見てください。これがね、決定的な違いをもう一目瞭然にしてくれます。注目してほしいのは、この主体性のレベルという項目です。一か八かは確率に身を任せるから主体性は低い。乗るか反るかはプロセスの結果を待つから中くらい。それに対して根本一滴は自ら投げるという行為に焦点を当てているから主体性のレベルが圧倒的に極めて高いことがわかりますよね。これは運任せの受け身な反応じゃない。自らの意志で宇宙を動かそうとする極めて能動的な戦略的な決断なんです。さて、この古代の戦場で生まれた考え方。実はこれ、僕らが生きる今のビジネスの世界でこそものすごく大事になってくるんです。戦場から会議室へ。一体どうつながるのか見ていきましょうか。2010年代、通信大手の NTT、主力サービスだったフレッツ光がもう成長の限界にぶち当たってたんですね。市場は飽和状態で、このままでは自利品になるのは目に見えている。まさに、蘇韓戦争における皇后での膠着状態のような戦略的な行き詰まりに陥っていたわけです。そこで NTT が打った一手。これがまさに現代のコンコン一直だったわけです。なんと、自社の主力ブランドであるフレッツ光の直接販売をやめて、ライバルであるはずの携帯キャリアなんかに自社の光回線を卸売りし始めたんです。これは未来の市場は競争じゃなくて競争にあるという信念のもと、自分たちで築き上げた成功モデルを自らの手で破壊するようなもの。ブランド力や大事な顧客を失うリスクを背負って新たな市場構造に全てをかけるというとてつもない決断でした。この賭けの本質って実はスポーツの世界にもよく見られるんですよね。例えば監督が不調の選手を大事な場面で起用する。これって単なる確率論じゃないんですよ。リーダーが俺はお前を信じているという強い信念を込めてサイトロを振ることで選手のパフォーマンス、つまり確率そのものを変えようとする行為なんです。まさにやらずに後悔するよりやって失敗した方がいいという精神ですよね。そう。だからここが一番大事なポイントなんですけど、根本一石っていうのは成功したか失敗したかその結果が重要なんじゃないんです。データや論理が通用しなくなったその先にある完全な不確実性に対して、それでもなお自分の全存在をかけて一歩を踏み出す。その決断の高々さ、その意志の表明そのものに本当の価値があるんです。論理が尽きて、計算が無意味になったその先で、本当の決断っていうのは始まるのかもしれません。さあ、あなたの人生でもしそんな岐路に立たされたとき、あなたはどんな宇宙をかける覚悟がありますか？